サウナ整う。お疲れ様です。お疲れ様です。はい、今日はですね、岡村さん、はい、ありがとうございます。ご好評いただいてまして、ありがとうございます。今日はですね、皆さんから、はい、サウナの進捗どうなってるんだっていうのをすごいつつかれまして、僕なりにちょっとエリアだったり、コンセプトっていうのを考えてきまして、その説明をさせていただきます。山村さんもね心配してましたよずっと。いや LINE くれましたもんね。もう本当心配で、まずもちろん YouTube は全部見てます。ありがとうございます。サウナ会議って別の多分チャンネルの方も1、2とあるんですけど、それも全部見てくれてるだけじゃなくて、サウナの方も心配してくださって、もちろんです。今日ちょっとその資料を作ってきまして、すごい一応こうなんですか、エリア絞りきってはないんですけど、こんなロケーションでこんな見た目でみたいなのを作ってきたので、お手元の資料をちょっと見ていただきながら、まず名前が古民家サウナ煙突と縁側っていう。この時点で大丈夫です。安心しました。めちゃくちゃいいです。本当ですか。いじってませんよね。いじったいや本当に本当ですか。ちょっと見た目のイメージ入れてるんですけど、程よくやっぱボロく、日本っぽい昔の建物がいいなっていうイメージで入れてます。コンセプトとしては。地方に作るんでも景観がいいところがいいと思ってるんですよ。ただ僕なりにいろいろ調べた時に海難しいなと思ったんですね。いい物件がないし、僕みたいにとろいやつだと海の物件ってすぐ取られちゃうので、僕なりに調べてたら山とか森、海大好きなんですけど、海を捨てて森方面。めちゃくちゃさすがです。海側はやっぱ取られちゃうんですよ。人気だってことですよね。人気っていうよりかはやっぱりその海側の場合別荘、普通に別荘とかも別荘でっていう人もいれば住みたいっていう人もいるし、そうですよね、永住で。そうなんですよ。ライバルがいっぱいいるんで値段が上がっちゃうかないか、やる気を感じますよね。感じます。この資料なんか作ってね。これ多分ね AI で作ってきたんで。ザ AI か。AI 資料だ。わかりました。まあいいでしょう。はい、じゃあ次のページ行っていただいて、こんな感じっていうか、やっぱりこの山の方のロケーションで、駐車スペース、あとは母屋、なんつうんですか、くつろいだり、シャワーとかのスペースですか、ベッドスペースみたいなのを作ったり、あとはその先にウッドデッキで、その先にサウナで、サウナがあって水風呂があって外気浴っていう奥にこう進んでいく感じの配置。これ意味わかんないじゃないですか。これ AI だったらそうなんかこうやって配置するのがなんか縦になっちゃってるじゃないですか。ラクレス橋感がやばい。これで敷地どれくらい必要なんですか。一応80平米の母屋と手前の駐車場とか、全部で120平米ぐらい。何人ぐらい宿泊で。とりあえずなしの方面で私はそのなんかどちらでもそのいい理由があるかなと思うんですけど、なしにしたこうあれはどういう経緯で常駐したりとか、オペレーションが難易度上がるのかなと思ってるんで、基本的になし方面でまずは考えてる感じですね。法的なあれでってこと感じですか。法的、いや単純にスタッフ大変かな。実際は清掃してくれる人ってこれ多分地方じゃないですか。死ぬほどいるんですよ。じゃあその地方バイトみたいな。そうなんです。要は地元のおばちゃんとかは多分簡単に集まりますね。マジですか。戦略的にそのあった方がいいかどうかで多分検討されてもいいかもしれないですね。じゃあどっちもじゃあちょっと視野に。で場所とかにも正直よると思うんですよ。例えばこの近くに何かがあって、要はサウナ入ってその何か、ゴルフとか、そうそう、ゴルフ層とか何かついでみたいな、旅行先にサウナがある感じの層を狙うか、本当にもうガチで地方にサウナ
ってなるとやっぱ場所がすげえ大事ですかね。いやもう実は僕はもうある程度リストっていうか、一応なんか考えてエビナさん用にですか？エビナさん用に当たり前じゃないですか。そうなんだ。僕1日3回見てるんですけど、今何回見てます？月4回ぐらい。いやもうさすがクソだね。さすがクソだな。いやいや大丈夫です。で僕1、3回見てるんですけど、3回のうち2回は僕エビナさんのために。あ、すごい。1回は申し訳ないですけど自分のために。申し訳ないです。見てるんですけど、まあエリアも一応まあ多分この辺かなっていうのはもう見当はつけてます。じゃあもう少し聞いてみて。はいはい。じゃあ加野さんのリストの中で。はい。じゃあそうですね。これすごくいいと思います。でちょっとじゃあそのサウナのところを話したい次のページ。サウナって縦に長く作れるんですかね。2階建てとか。その下がサウナで上がネトロビスペースで、これできますね。もちろん。ちなみに薪サウナがいいなって思ってるんですけど。僕サウナ会議1、2見てて、海老名さんが薪サウナになびいた瞬間も見てます。変わる瞬間も見てますね。いやいや。なんで薪がいいんですか？有識者の小さなシャック行きまして、みんなでロケで薪の香り。あとこうくべてる雰囲気、それは分かりますよ。なんか焚き火を見ているような心が落ち着く。ああそうなんですよ。正直一番いいんですよ。薪が熱が結局本物なんですよ。メラメラ言ってますよね。そう本物の熱さなんですよ。結局多分石油ストーブとエアコンの暖房と断然いいですね。そうの熱さわかります。同じ25度でも違うじゃないですか。匂いもね。そう匂いもそうだし、確かにそういうこと。だから本物なんですよ。じゃあありですか？ありだと思います。なるほど。というところで、あとはなんかサウナの座るとこなんですけど、なんかこう大きいのじゃなくてなんかベンチ、小さいベンチみたいな丸いああいう感じの方がいいなと思って、整う椅子みたいな。なんか僕の自分なんですけど、木からなんか変な空気が出てる気がするんですよ。よしかかれるたまになんかいいサウナストーブだけど、このよしかかってるここから変な空気出てるみたいなのを感じることがありまして。出てます。化学物質出てますよね。なんか座るのもなんかコンパクトのこういう木の丸椅子みたいな丸太みたいな、ああいうのが。サウナオープンしてすぐって、まあストーブも新しければ壁も全部新しいじゃないですか。だから木材の化学物質とか防腐剤みたいなだと思うんですよ。やはりとか機械のオイルとかの匂いやっぱどうしても出ちゃうんで、まあ何年か経ったらもうできちゃうんですけど、最初はどうしても出ちゃいます。鋭いですね。本当にその通りなんですよ。ラーメン屋も言ってました。新しい寸胴だとやっぱ美味しくないらしい。馴染まないと美味しくないって言ってましたね。やっぱ海老名さん本当に分かってますね。勘どころがいいですね。そうなんですね。勘どころがなんかめっちゃ褒められて、めっちゃ嬉しいです。横になれない、まあ丸太みたいな椅子があって、ちょこんと座る感じです。普通にちょこんと座る。これ意外と例えばスカイスパ横浜とかも丸太の椅子なんです。確かあそこいいっす。あそことかすごいいい湿気出てるから。これ結構本気のやつだな。まともですよね。いやそう。だから座り方も特徴ありじゃないですか。山奥でサウナ入るた時になんかこんな3段あってただなんか山奥感ちょっと出ない、ぎゅうぎゅうのなんか都内感出ちゃうんですよ、その時点で。でそこがなんか丸太の椅子でっていうといつもと座り方違うで、いつもと違うサウナ演出できるじゃないですか。非現実。そうやっぱうまいっすね。海老名さんさすがっすね。ちょっとよかったです。嬉しいです。いい酒。やっぱセンスがいいですよね。センスがいい。あとは水風呂、次のページ水風呂とかですけど、オールドルーキーみたいなチラーついたキンキン水風呂にした方がいいのか、まあ別にそこそこの温度で水風呂をやってっていうのもあるとは思うんですけど、この辺ってどう思いますか？山の井戸の水っていうのはそもそもめちゃくちゃ冷たいんですよ。多分冬場だったら逆にお湯入れないとまずいぐらいの
多分5度とかいっちゃうんですよ。キンキンのキンキン、キンキンのキンキンなんで、グルシンのグルシン。そうなんですよ。なんでせめてギリギリ入れて10度じゃないですか。ああそうですね。だから冬場は大丈夫だし、逆にお湯入れればいいし、で、秋とか春とかは多分いい感じの10度か13度ぐらいの水がそもそも出るんですよ、天然水が。もうずっとかけ流しで流しっぱなしでいけるんで、多分最高の水風呂が作れるんですよ。じゃあチラーはいらないと。いらない。夏だけどうするかって話なんですよ。それはじゃあ本当になんだ、井戸から掘って、温度とかによるって感じなんですか。そうなんです、そうなんです、そうなんですよ。高いんですか、そちら。確かに100万。まあどの規模でやるかですけど、100万ぐらいって思っといてもらったら。それはその初期費用がそれチラーでこう循環させると、いや、循環させたらもっとかかるんで、かけ流しで大丈夫なんですよ。で夏場以外はもう絶対にもうこういうこう外でジャバンって入れる水風呂って最高じゃないですか。都内じゃ絶対できないんで、しかも天然水なんで、確かに最高っす。筋的にはいいと。いやもう相当いいっす。よかったです。だからこういうのも全部考えて、細かいところですね。そう。まあじゃあ水風呂はそういう感じで、あとはまあ正直外気浴スペースとかはもうあんまりなんか晴れてればどんな椅子でもそうですね。こうなんですか、こう上に足が上がればいいのかなと思うんで、まあある程度広さがあればいいかなと思ってるんで、あんまりそうですね。ここは後で全然決めればいいところだと思いますね。っていう感じですかね。まあこれをこう踏まえて岡村さんのストックがある場所、そうですね、それをした場所っていうのは、海老名さんだったらここら辺来るなっていうのは思ってて、築90年です。おお、来た80年。そうもうなんかバッチシじゃん。バッチリじゃん。